この動画の注意事項を説明します。1、この動画はホワイトアルバム2のネタバレを含んでいます。2、この動画は目玉の個人的な見解や感想になります。3、目玉は完全な小木曽刹那ファンです。刹那以外の女性キャラファンの方はご注意ください。4、一部不適切な感想などもありますのでご注意ください。5、目玉は完全な小木曽刹那ファンです。刹那以外の女性キャラファンの方はご注意ください。ホワイトアルバム2幸せの向こう側を絶賛プレイ中。杉浦小春エンド。小春ルートはクリアするのに2日かかった。マジでバカみたいに本当に長い。俺は一刻も早く刹那を助けなければならないのに、こんな後輩でチンタラしている場合じゃない。最初は全く興味がないサブヒロインだったが、転落っぷりを見ていたら気が気じゃなくなってきた。クソ生意気な正義面の小春は第一印象から最悪でストレスの塊だった。そもそも最低最悪な主人公にそっくりという時点で問題外であった。しかし残念ながらホワイトアルバム2ではサブヒロインを回収してからじゃないと刹那を救えない。刹那以外のヒロインは活動前なので、正直もうグラフィックとかいらない。かまいたちの夜みたいにシルエットだけでもいい。鬱陶しい小春はゲームを進行していても一向に好きになれない。バイト先にもいるし母校にもいる。このシナリオ早く終わんねえかなと思うが全然終わる気配もない。主人公と小春がイチャイチャし始めると、それを見ていた友人たちが小春を非難し始める。途端に小春がかわいそうになり、小春を取り巻く人々と環境に吐き気がし始める。そもそも皆で小春の親友、他で実現してたのに中でのことは小春ばかりだったくせに、小春のばかりに黒田谷にする少女の二人用事件の話なくなるぜ。こんなは集まるとマジでビビっててとって本当にクスクスとっていうか、こういうクソなやつこそ助けるけどだ。このクソジェクトも小春の口の中を手に書いて手伝わしてやるぜ。このストーリーは残酷で胸が痛くなるが、ぐっとこらえてプレイする。こうなってくるとクソ生意気な小春がけなげな妹分のように感じてくる。本当にちょろいな俺。その後主人公とのイチャイチャで小春は超絶孤立。それどころか女子のいじめを受けることに。本当にあのサイコパスクズ男は不幸を呼び寄せる。学校での居場所がなくなるにつれて主人公と小春は急接近。しかしお互い会えない期間があり、やり取りは電話で行う。電話でのやり取りがめちゃ燃える。もともと小春の声はものすごく可愛いのだが、電話越しになると可愛さは倍増する。尋常じゃない可愛さになる。主人公との会話で小春が相づちと称して好きです、大好きですとつぶやくシーンは興奮というより可愛い。主人公の部屋に何日か通い出す頃には誰もがすっかり小春萌えになっているはずだ。たっぷりイチャついて卑猥なこともしてる。しかし残念ながら17金なので容赦はなし。この時点で18金の本家を購入しようか悩みに悩む。小春が寝ようとするとトラウマが発症し、1時間以上も悲鳴を上げて泣き叫ぶ。日暮らしの泣く頃にの北条里子を連想する。完全孤立状態で答辞を読むという魔女裁判のような仕打ちを受けることになった小春は精神崩壊状態になっていたのだ。これはかわいそう。主人公は相変わらずの虫けらクズなので説明するまでもないが、刹那の弟がかなりのイケメンで衝撃を受ける。小春の写真を卒業アルバムから捨てようとしていた女子にぶち切れてたのはマジでイケメンだった。それは確かにひどすぎる。だけど小春は君のお姉ちゃんから彼氏を奪ってるんですよ。ギクシャクさせるのうまいなぁと感心する反面、いい加減にしてくれと発狂したくなる。結局小春は卒業式も出ないでウジ虫じゃなくて主人公の家で勉強をする。それにしても3年間欠席なしで卒業式だけ欠席とかパンクだな。あとはまあなんやかんやあって受験も受けたわけだけど、衝撃のラストが待ってた。俺自身がトラウマになるような。受験を受けた後に小春の前に刹那が「おえ吐きそう」刹那は小春と主人公がそういう関係だったのを知っていた。刹那は涙を抱えてたのが想像で送り出し、小春を主人公の元に連れて行くとメールをして、刹那は一人もいず小春の歌にもかかわらず刹那を出し、これが後から聞くの授業だ。刹那を救わない救われねえよ。痛い。ホワイトアルバム2幸せの向こう側を絶賛プレイ中さん。
風岡マリーエンド